はい、こんにちは。こんにちは。三木鈴木の金山です。鈴木の大輝です。はい、今回ですね、前回ね、はい、ベースの方でしっかりと塗っていただいた縫いを今度一つずつパーツをつけていくっていう感じですよね。バッチリバッチリいけまますか？だ未完成なので、マスラーが三木鈴木仕様になります。そうですね。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、前回塗装したこのハスラーなんですけど、これで完成ではなくてですね、ここからさらにカスタマイズしていきますので、それでは行ってみましょう。まずは足回りの方からカスタマイズしていくんですけれども、その内容が、1インチのリフトアップとホイールとタイヤを交換していきます。1インチっていうリフトアップなんですけど、分かりやすく言うと 2.5 センチのリフトアップになります。で、変えるのは今回リフトアップなんですけど、サスペンションっていうバネですね。コイルを1インチ長いものを入れます。で、ショックをただただ外すっていう作業だけでもスタビライザーだったりとか、ブレーキホース、あとはスピードセンサーとか結構いろいろ他の部品を外したりとかしないといけないので、結構たくさんボルトを外したりとかする作業になります。で、外す時は結構わーっと早くばらしていけるんですけど、組み付けの時は結構慎重にネジが締めすぎてないかとか、しっかりと締めできてるかっていうのを手で確認しながら最終締めていく作業にはなります。はい、こちらリアなんですけど、フロントと比べて違うところがショックとサスがフロントは一体なんですけど、リアは別々、これがサスペンションでこっちがショックになってます。なので結構構造的にもこれ肉なのでデフって言って駆動系がないので、だいぶ簡単に取り外しができる形になっております。はい、じゃあこれが今回入れるホイールとタイヤなんですけれども、ホイールが MKW ってメーカーの MK56 ってホイールなんですけど、うちの三木鈴木オリジナルのブラックカラーになってます。で、このタイヤが難関っていうところの FT9 っていうマートタイヤをつけます。で、これも組み上がってるんですけど、組み付けるまでのやっぱ工程もありまして、タイヤのチェンジャーというもので組み付けさせてもらって、でそれだけで完成ではなくて、バランスっていうのを取らないとタイヤってまっすぐ転がらないんですね。バランスが取れてないタイヤとかを使うと結構ハンドルがブレたりとかするようなこともあるので、バランスをしっかり取らせてもらって、組み付けていくような形になります。それではハスラーにつけていきましょう。はい、足回りが終わりましたので、次はバンパーの方を交換していくんですけど、バンパーのガーニッシュっていう呼ばれる部分ですね。フォグランプとかが、このグレードは G なんでついてないんですけど、つく場所にはなるんですけど、そこをシルバーの部品からメッキの素材に変えます。で、ロアガーニッシュっていう下のガーニッシュがあるんですけど、そこは黒色、艶ありの黒に変えます。これなんでこれに変えるかっていうと、上のフロントのガーニッシュはメッキになることによって際立つんですけど、下のガーニッシュは黒にしてなじませて、さらにちょっと車高が上がってるように見えるような形を取るために変えてます。で、リアも交換することによって結構見た目もレトロ感というかちょっとクラシックな感じも出ますので、付けさせていただこうかなと思います。はい、ではお次はハスラーのエンブレムを取り付けさせていただきたいんですけど、一応ハスラーっていう文字のエンブレムをフロントにつけさせていただきます。
純正でもあるんですけど、一応うちが純正ができる前にちょっと開発させていただいてたものがありまして、ちょっと強調するために黒にしてるんですけど、それを貼らせていただいて、貼るのもね結構難しくて、平行を取って貼っていくような作業になります。で一応それが前と後ろと貼らせていただいて、それで終わりではなくて、元々の S マークがついてるんですけど、それをカパッと外れるようになってるので裏から外して、でリアは両面でついてるので、それも傷がいかないように綺麗に外すような形になってます。でそこに復刻版エンブレムっていうちょっとミニの羽みたいなマークを貼り付けさせていただいて、フロントはそれ専用の台座っていうのを作ってますので取り付けさせていただいて、でリアも取り付けすると、これで結構雰囲気がガラッと変わってくるので付けさせていただいてます。はい、それでは、ハスラーちゃんがとうとう完成しましたので行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで、完成したんですけど、やっぱりかっこいいですね。はい、全然普通のノーマルなハスラーとはちょっと高級感とか一味違うハスラーになってます。で今回説明したもの以外でもインテリアの中の方ですねを説明してる動画やったりとか、あとはこの車をもうちょっと細かく説明してる動画やったりとか、あとは走行動画、走ってる動画もありますので、ぜひちょっとリンクから飛んでいただいていろいろ見ていただいたら分かるかなというところと、このハスラー以外にも他のカラーバリエーションもあるので、そっちもぜひちょっと見ていただけたらなと思います。ミキスズキは一応こういった形でオリジナルカラーにしたりとか、こういうカスタマイズして、お客様の要望を聞いて、例えばこれが屋根が赤なんですけど、前も言った通り青にしたりとかオレンジにしたりとかっていうところもできますし、この文字のエンブレムもこれ以外にもたくさんカラーがありまして、ここも色を変えたりすることはできます。そういったところでお客様のニーズに合った車を一台一台作らせていただくっていうところが、ミキスズキの、販売の仕方になっておりますので、ぜひぜひご相談していただけたらなと思います。はい、というわけでですね、はい、今回このハスラーを、カスタム最終完成させたんですけど、どうですか、なんか難しいとこありましたか？いや、大丈夫ですずっとやってるんでもうやっぱお客さん結構たくさん作らせていただいてるので、もう一応やっぱりしっかりとした仕事をさせてもらっているので、特に難しいところはそうですね、慣れてますし、今回ご説明させていただいたもの以外のものももちろん言っていただいたらつけれますんでね、一応うちでこういう風な形を作ってますっていうところなので、普段写真とかだけでね見てるような状態じゃなくて、やっぱり購入していただける方にはああいう形の方がやはり流れ的には分かりやすいのかなといって、今回作らさせていただきました。はい、はい、手間暇はかかってるかなと思いますそうですね、というか久しぶりやな。そうですね、めっちゃ最近ちょっと店舗離れてるんで、あんまりちょっと会うことないんで、はい、どれぐらいぶりかな、3日ぶり知れとんね、もうそうだね、もう帰ってるってね、はい、そういうことで、どうでもいい話ですね。はい、すいません。じゃあ次回またお会いしましょう。さよなら。さよなら。次回の予告はスイフトスポーツその後のカスタムです。お楽しみに。